はい、皆さんこんにちは、たかです。本日は2024年2月24日土曜日です。本日は HKT48 劇場でチーム警報、ここになって天使はいる公演があるので、ペイペイドームのすぐ近くにある HKT48 劇場に向かっています。チーム警報公演は僕にとっては約1ヶ月ぶりです。本当は先日の2月4日に公演を見に行く予定でしたが、残念ながらその日はメンバーの体調不良が続いたため、公演自体が休演となってしまいました。しかし本日は問題なくメンバーの体調も回復し、開催されるので良かったです。ちなみにその時は公演をしていない日の HKT48 劇場紹介した動画を投稿しています。気になる方は概要欄の URL からご覧ください。さて本日の出演メンバーですが、チーム警報は山下エミリーちゃん以外のメンバー全員と研究生の大内凛香ちゃん、藤野ココハちゃんの2人です。エミリーは肩の痛みのため2月中旬頃から休演しています。また秋吉ゆかちゃんは舞台これはもてんばい4に出演しており、1月後半から2月前半まで公演に出ていませんでしたが、本日の公演には出演します。さらに今年の1月8日から新番組 HKT48 秋吉ゆかのラブラビのメインパーソナリティに選ばれ、これまで以上に活躍の場を広げました。そして驚くべきことに2024年2月21日をもって自分の人生の半分を HKT48 で過ごしたことになるらしいです。つまり22日からは HKT48 として活動した時間の方が長くなります。 HKT48 の中ではもちろん、おそらく48グループ全体を見てもこのようなメンバーは過去にいなかったと思うので、単純にすごいことだと思います。グループの中で最も先輩でありながらまだ23歳と若く、これからの活躍に大きく期待できそうです。初期の頃から知っている僕からすれば壁に張り付いていた時代が懐かしいです。研究生は今年に入り各チームのメンバーが増えたこと、チーム H 目撃者公演の前座がなくなったことで出演機会はかなり減りました。3月9日にコンサートがあるので、その時正規メンバーへの昇格発表があると期待しています。すでにコンサート名は発表されています。昼コンサートは HKT48、春のコンサート2024ホップステップジャンプ、夜コンサートは田中美久卒業コンサート、10年分の感謝を込めてみんなで一緒にミクモンモンです。すでに当落は出ており、どちらも僕は参加できます。また3月29日に東京ドームシティホールで開催されるネクストアイドルグランプリにも参加します。4月7日に福岡市民会館で開催されるコンサートにも当選しました。僕の動画でも紹介するので、見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いします。また2月18日をもってチーム警報ここにだって天使はいる公演が1周年を迎えました。そして本日の2月24日は初日から1年が経過し、初めてのここにだって天使はいる公演です。それでは時間ですので、ここにだって天使はいる公演を楽しんでいきます。公演が終了しました。公演が終わって外に出ると何やら人がたくさんいるなと思いまして、午後からは市村愛理ちゃんの生誕祭が行われるので、ロビー前のエントランスは混雑していました。ここから先はいつも通り本日のここになって天使はいる公演の感想について話をしたいと思います。本日の公演は何といっても研究生の藤野ココハちゃんが初めてのここになって天使はいる公演出演でした。本当は2月4日に公演に出る予定だったみたいなんですけど、残念ながら2月4日は警報メンバーの体調不良者が大量続出したこともあり、公演自体ができなくなってしまいました。そのため約2週間遅れではありますけど、ここで公演初出演をすることができました。本人も公演中の MC で言っていましたけど、特に緊張することなく公演を楽しむことができていたみたいです。動線なども完璧だったみたいで、客席から見ても特に大きなミスなどはほとんどなかったと思うので、本日の初出演は大成功と言って良いのではないかと思います。研究生は大内凛香ちゃんも出演しました。6期生はまだ正規メンバーには昇格できず、研究生のままのメンバーが一部います。約半年で正規メンバーに昇格したメンバーもいれば、2024年になっても研究生のメンバーもいます。ただそうは言っても正規メンバーに昇格するタイミングは人それぞれだと僕は思っています。早い人もいれば遅い人もいます。HKT48 の歴史を振り返ってみても、同期メンバーが同時に昇格したことがあるのは4期生とドラフト2期生、ドラフト3期生のこの3つの期だけです。それ以外の1期生、2期生、3期生、
5期生、6期生は各メンバーごとで別々に昇格をしています。さらに言えば後輩よりも昇格が遅いメンバーも過去にはいました。また昇格までにかかった時間も3期生のナコミック以外は2年半かかっていますし、5期生に至っては3年半も時間がかかっています。6期生のお披露目が2022年なので、そう考えれば昇格まで遅すぎることでもないのかなと思います。しかしこれあくまでもファンの人に直接見えるお披露目時からの話であって、メンバーからすれば HKT48 に最終合格をしてお披露目までのレッスン期間も含まれると思うので、一言で言えないところも同時にあると思います。しかし他の48グループも見ていくと、約6年近く研究生だったメンバーも48グループ全体の中ではいます。3月そして4月にコンサートがあります。昇格発表があると僕は予想しています。またそれに期待したいです。他にも竹本くるみちゃんは先日20歳の誕生日を迎えました。生誕祭は明日の25日に行われるようです。僕は基本的に自分の推しメン以外のメンバーの生誕祭、そして卒業公演には行かないようにしていますので、僕は現場には行きません。DMM でお祝いしたいと思います。もしも公演の感想などがあればコメントよろしくお願いします。他にもいつの間にか髪の毛の色が変わっているねねちゃんとか、せっかちすぎて YouTube を2倍速で見ているはなちゃんとか、その真逆で頭の回転が悪すぎる森崎さやちゃんとか、また本日は秋吉ゆかちゃんが久しぶりに公演に出演していました。ユニットは夢のデッドボディでした。この楽曲は皆さんご存知のようにギターを弾く、曲なんですけど、秋吉ちゃんは最近テレビ西日本で放送されている福岡に音楽番組を作りたいという番組にも出演していて、それもあってかギターさばきはかなり手慣れたものになっていたなと思いました。ちなみにゆかちゃんは今回の公演では2回転で、もう一つユニットはジッパーでした。本人も話をしていましたけど、かなり久々のジッパー出演となりました。栗山里奈ちゃんは100年先デモでいつもの側転をしていました。本人は得意ではないみたいなんですけど、僕の見る限りでは本日の側転は過去栗奈ちゃんがやった側転の中では一番綺麗な側転だったと思います。最後はキャプテンの松岡花ちゃんが2年目もよろしくお願いしますと話をして、本日の公演は終了しました。この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録とコメントと高評価お願いいたします。イエーイ。本日の公演の感想はこれで終わりたいと思います。ありがたいことに僕のチャンネル登録者数が800人を超えました。いつ登録者が1000人を超えてもおかしくない段階までついに来ました。これからも動画投稿を続けていきますので、ご視聴の方よろしくお願いします。また高評価、チャンネル登録、コメントも残してくれると嬉しいです。それではこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。